こんばんは、もふ不動産もふです。今日はですね、これから破綻する企業はものすごい増えそうだっていう話をしていきたいと思います。今ですね、緊急事態宣言が出されてまして、いろんな企業がですね、本当大幅に売り上げが下がっている状況です。で、サラリーマンの皆さんもしかしたら給料がですね、入ってきているので、そんなにまだ危機感を覚えてないかもしれないんですけども、会社を経営している人たちにとってですね、売り上げがこんな下がってしまうっていうことは本当ね、緊急事態となっています。で、今日はですね、なんで売り上げが下がると会社がですね、厳しくなるのか、また今後ですね、どういう風になっていくのか、リーマンショックとかを経験している、自分がですね、今後の予想を、紹介していきたいと思います。で、今日の内容なんですけども、これから起きそうなことですね、売り上げが下がって耐えられない企業がもうどうしても出てきてしまうっていう風な予想をしてます。で、さらに、皆さん気になると思うんですけども、特効薬とかできていったらですね、この景気がすぐに良くなるのかどうか、まだリーマンショックみたいに、それ以上のものになるか、それ以下になるのか、それをですね、自分の見解を解説していきたいと思います。で、これから起こることなんですけれども、これですね、非常にちょっと僕はずっと悲観的な予想をしているんですけれども、中小企業のですね、破綻が間違いなく今も増え続けているような状態になっています。で、今、緊急事態宣言が出されているので、本当に名古屋もお店閉められているところがいっぱいあって、本当売り上げが下がって、みんな大変な状態になっていると思います。で、やっぱ売り上げが下がると、破綻する企業が出てくるっていうところで、売り上げがですね、本当立たないとですね、やっぱ経営って成り立たないんですよね。なので、もう今すでにですね、中小企業とかがすごい苦しい状態であるっていうことが、いろんなところから声が聞こえてきているような状態です。YouTube とかでも広告収入が下がったりとかですね、いろんな人たちがいます。で、大企業のリストラも加速するので、そういうふうに波及していくと中小企業からですね、どんどん大きい企業にも波及するような風になるので、リストラもやって給料がですね、下がって、なくなってしまったり、そういった方も増えると思います。で、なぜですね、そういうふうに、厳しいかっていうと、やっぱ固定費がですね、大きい企業がどんどん厳しくなってきます。で、固定費、なんでこれ厳しいかっていうと、利益ってどういう構造になってるかっていうと、これ基本なのでもうご存知の方いらっしゃるかと思うんですけれども、売上から経費を引いたらですね、利益が残りますっていうのが、本当基本中の基本ですよね、売上が。で、経費の中にもですね、二つあって、これ知ってる人もいると思うんですけど、固定費って常に一定かかる経費ですね。家賃とか人件費とかですね。常にかかるもの、例えば携帯代とか、固定費と、あと変動費っていう、材料によってですね、例えばラーメン作った時の、麺の代金だったりとか、あとは他にもですね、いろんな、例えば消耗品とかですね、そういう材料費とかで変動費と固定費がありますので、本当売上が下がってきて一番重くのしかからないのはこっちの固定費ですね。だからいろんなところですね、固定費が、重いって言って、家賃がとかですね、そういう人件費がとかって補助をしようっていう議論になっているのは、ここが一番重いっていう風になっています。で、売上が減った時に、どういう構造になってるか、ちょっとこれ復習かもしれないんですけれども、ちょっとわかりやすく図示してみました。で、売上、横軸売上、縦軸費用だとした時に、固定費ってどうなるかっていうと、例えば月にですね、毎月100万円の固定費がかかっているとします。なので、売上がどんだけ上がっても、100万円ですよってことで。例えば店舗を増やしたりとかすると、固定費がまたバーンと乗るんですけども、今の状態で、固定費が100万円だとしましょうと。で、そこに変動費が乗ってくるので、変動費はですね、売上に応じてどんどん増えていきますよってことですね。で、ここに対して、売上が立っていくよっていうところで、こことぶつかるところはね、限界利益率とか言われたりとかするところで、これより売上超えないと、利益が出ないっていう構造になってますと。で、例えば、ここのところに線引いて、売上が例えば200万円だったとして、その時に、利益の構造どうなってるかっていうと、すでに固定費が100万円と、変動費が70万円で売上が200万円なので、単純に引き算すると、30万円の利益ですよっていうふうに、仮にこういうふうになってたとします。なので、店舗とかですね、そういったところは、固定費とか、例えば、ネット事業でも何でもいいんですけど、店舗とかあるとこは、こういうふうになると。で、30万円になるので、だいたい利益率、15% とかですね、15% とか20%ぐらい。飲食だともっと低かったりとかするんですけども、そういうのであって、30万円を、代表の人がもらってですね、それで、生計を立ててる。そういったイメージの方がもしかしたら近いかもしれないですね。なので、これからさらに税金引かれたりとかして手取りになったりとかするので、結構危ういっていうかですね、売上が200万円だったとしても元に残るのはかなり低くなってしまう。そういう構造になっていると。で、ここで、問題なのがお店を閉めてですね、一気に売上がなくなってしまった場合どうなるかっていうと、一気にここになるんですよね。だから売上ゼロで100万円
がですね、出ていくっていう風になります。なので、今まで30万円残って、それで生活してたっていう風だったとしたら、そこからですね、例えば5万円とか10万円とかをですね、こうなんか貯金とかに回してたかもしれないんですけれども、一気に売り上げがゼロになったことで、毎月ですね、100万円のマイナスになっていくっていう風になります。なので、こうなるとですね、本当に厳しくって売り上げが戻らない限りはもう、お店を畳むしかないと思います。なので、すべての商売、別に飲食に限らず、不動産もそうですし、広告業もそうですし、工場とか、全てにおいてなんですけども、売り上げがやっぱ一番重要で、売り上げが立たないと、やっぱ会社って成り立たないような構造になってます。なので今、この状況で全ての業界で売り上げが下がりつつある。不動産のね、家賃が下がるとか、テナントが退去したりとかですね、自分も退去したりとか、家賃控除入ったりとかしているので、そういう全ての業界が非常に厳しいような状態になっているような感じですね。なので固定費が本当にね、高ければ高いほど固定費が、本当にかなりきつくなってくるっていう風になります。なので、例えばオフィスとか一等地にね、オフィス構えてて、家賃が高いから、例えばもうちょっと家賃安いところに引っ越すとか、そういうのも全然出てくると思います。しかも今リモートワークが盛んになってるんで、そういうですね、都心の一等地とかもしかしたら悪かもしれないですね。で、仮に1年間ずっと売り上げが立たないみたいになった時に、いつまでこういう状態続くかすらもわからないんですけども、仮に1年だとして1200万円借りてですね、でも借りてるんで、これで売り上げがですね、月に30万円とかであったとして、で、それで生活で使って残り5万とか残ったとして、これ返せるかっていうと、相当ヘビーですよね。何十年もやらないと、これを返済。例えば、金利据え置きとか、元本据え置きとかだったとしても、相当ですね、借りて返すっていうのは相当ヘビーだっていうことがあって、今本当にこういった経験したことのないような事態になっていると。なので、店を畳むっていう企業とかもすごい、増えてますね。例えばタクシーの会社とかも、東京のね、タクシーの会社で、みんな従業員解雇とかにして、それで失業保険出すようにしたりとかですね。そういうふうにタクシー業界とかもね、タクシーとか人件費とか、それですごい固定費抱えてるんで、すごい厳しいでしょうし、もう厳しくない業界は全てないような状態になっているということで、売り上げが下がると、こういうふうにですね、すごい厳しい状態になると。で、そうなってくると、やっぱ消費がですね、連鎖するっていうところあるので、もう本当物が、例えば車とかが売れなくなったりとかすると、もう本当自動車メーカーがですね、赤字になったりとかして、でもそこにいる社員とかも給料が下がるんですけども、本当にそれだけではなくって、一つのですね、車事業がダメになると、今車工場停止したりとかしてるんですけども、車の部品がダメになったりとか、ディーラーがダメになったりとか、中古車販売とかですね、そういうオートバックスみたいなところとか、全てに波及するんですよね、車とか。なので、そういう風になってくると、本当いろんな人のですね、給料も下がるし、物も売れないっていう風になるので、かなりこの消費のですね、ダメージっていうのは経済に深刻な影響を与えるっていう風に自分は考えてます。で、そういう給料が下がると、ますますですね、他のものを買わなくなるっていう状態に、これからまさに今入ろうとしてるんじゃないかっていうふうに考えてます。で、もちろんこういうふうに物が売れなくなってくると、そのね、車とかの CM とかもなくなるんで、広告とかも、なくなってくるってことで、本当結構広告って安泰だと思われてたんですけれども、そういった広告もですね、本当 YouTube に広告つかなくなったりとか、電車の中から広告なくなったりとかですね、テレビ CM から広告が消えたりとか、本当ね、かなり、見たことないような状態になっていると。それは日本だけなくて世界中がですね、そういう状況に今なりつつあるっていうところがさらに深刻ですね。で、様々な企業はですね、もう今4月とか3月の売り上げ出てきていて、まだ大きな企業しかやっぱこう、発表っていうか、決算発表しないので、大きな企業なんですけども、やっぱもう新幹線ですね、JR 東海の新幹線のぞみがですね、新幹線の利用はですね、85% 減少っていう風になったんで、これもですね、信じられない数字で、見たことない数字だと思います、こんなに。なので、人々がですね、出張とか、そういう移動をしなくなったってことで、そうすると、東海道新幹線のその維持費とか、むちゃくちゃね、コスト、新幹線動いてなくてもメンテナンスしなきゃいけなかったりとか、人を抱えてたりとかするので、JR 東海も厳しいですし、こんな状態になったら、のぞみ、そのリニアとかどうするんだとかね、そういった話とかまた別に出てきたりとかして、かなり影響がでかいですし、いきなりステーキ、ペッパーフードとかも、もともと既存店がですね、赤字、売り上げ下がっていってたんですけども、3月度の売り上げはまた 50% っていう風に半減してしまったと1年前に比べて、なのでこれもかなり、いきなりステーキ厳しい状態になっていると。
例えば三菱自動車さんも、6300人をですね、一時帰給って言って、会社に来なくていいよ、工場停止してですね、給料は出るみたいなんですけども、会社に来なくていいよっていうことで、一時的に帰給するような状態になったりとかしていて、そうすることでですね、やっぱ工場、車止まるってことで、いろんな部品メーカーさんとかいろんなところにやっぱ波及しますし、花ツアーさんで、これも上場の会社なんですけれども、これもちょっとネットで話題になってたんですけども、3月の売り上げが、去年12億円だったのが、2300万円まで減ってしまったってことで、売り上げがですね、98% 減の、売り上げ 2% になってしまったってことですね。こんなに売り上げが下がった企業っていうのは見たことなくて上場会社で、これもとんでもないことになってます。で、今まで安泰だと思われてたリクルートはですね、リクルートって会社があるんですけれども、スーモとかですね、あといろんなホットペッパーとかそういう広告の会社なんですけれども、リクルートも、一気にですね、広告を、例えば人材の広告出さなくなったとか、いろんなもう全方位でですね、広告が、壊滅的になってるんで、リクルートが4500億円ですね、出資融資を、銀行に打診したっていうのも大きなニュースになってました。なので、いろんな企業はですね、売り上げ下がっていて、非常に厳しくなっていると。で、それに付随するいろんな下の企業とかもですね、かなり厳しくなると。で、ドミノ倒産って言葉があったりとかしていて、一社が倒産したりとかすると、それにですね、依存していた会社も一緒に倒産してしまうような状態になったりします。で、今後もしかしたら、大きな企業がバンと破綻したら、連鎖的に、破綻するようなのがあるかもしれないですね。大企業が潰れたとして、で、下請けの会社がですね、仕事がなくなったとかですね、あとそこの会社にお金貸してたとかね、例えば店舗があったとして、そこにですね、仕入れるために1000万円とかをですね、売りかけっていうか、つけじゃないですけども、お金をすぐに払わなくて、2ヶ月後とか手形とか振り出してたりとかして、もしそれが飛んでしまったら、振り出してた手形を受け取ってた会社とかもですね、それが不当たりになるので、それでですね、連鎖して倒産してしまうとかですね、そういう可能性もこれからすごい出てきそうですと。で、下請け、孫請け、潰れてとかで、倒産がですね、波及していくっていうのが可能性としてあると。それぐらいですね、全体的に景気や、売り上げが下がっていることは深刻なダメージになっていると思います。で、騒動がですね、収まればじゃあ、景気が回復するのかどうかっていうところで、これいろんな人がいるので、これあくまで僕の一時意見なので、人によって、すぐ回復するって人ももちろんいます。で、自分の予想としては、ちょっと残念ながらすぐ回復しないんじゃないかっていうふうに予想してます。これは外れてもらった方が嬉しいんですけれども、ちょっとネガティブに考えていると。例えばワクチンとかができて、すぐにですね、これは病気が収まったとしても、この、いつね、克服するかはまず難しくて、ワクチンがどれぐらいできるかっていうのもまだ今議論されているっていうか、1年2年かかるとか、いろんな方がいろんなことをおっしゃってるんで、もうちょっとさっぱりわからないんですけれども、仮に克服されたとしてもですね、景気がすぐ回復するかっていう方も結構いらっしゃるんですけど、僕はですね、逆にすぐには回復しないと思ってます。なんでかっていうと、それはやっぱ一回経済活動が止まってしまうとですね、すぐに景気って動き始めないんですよね。なので、例えば今、1年止まったとして、全員の資産がですね、もうそれ消えてしまうわけですよね。経済活動できないので、その付加価値を生むことができないので。なので、貯金をどんどん食い潰していって、借金が増えるような形になったとして、そこで、すべて病気がなくなったから、じゃあ、すぐに家を買おうとか、すぐ車を買おうとか、じゃあすぐ給料が元通りになるかっていうと、一回その消費が冷え込んでしまうと、また炭火がちょっと燃えてるんだったらね、またすぐに薪をくべれば火つくかもしれないですけど、一回水浸しになってしまったら乾かすまですごい時間かかるように、経済も一回火が消えてしまうとですね、なかなか復活するのってすごい難しいと思ってます。それ過去の歴史から見ても、やっぱり不況って長期化するんで、何をやってもですね、経済のサイクルっていうのはなかなかコントロールできないし、うまくいかないっていうところがあるので、一旦ですね、その景気の火が消えてしまうと、しかも世界的に消えると、長引くんじゃないかっていうふうに、ちょっと残念ながら僕はネガティブに考えてる。これ何回も言うんですけども、僕の予想なので、逆にすぐ回復するっていう人もいます。で、リーマンショックの時どうだったかっていうと、リーマンショックの時は金融危機でですね、サブプライムローンっていう、それがサブプライムローンっていう、あんまり、借金、本当はお金貸しちゃいけないような層にですね、住宅ローン無理やり貸して、で、それを細切れにして、世界中のいろんな金融機関が、買ってたっていうのがあって、それで、住宅ローンがですね、返せなくなった人が多発して、
いろんな銀行がその債券持ってるから潰れてしまうんじゃないかとか言って、そういう不安があったと。それがきっかけになったのがリーマンブラザーズっていうところがですね、60兆円ぐらいのですね、負債を抱えて破綻したのがきっかけに、そういう信用不安が一気に起こったと。で、その時は本当にその金融不安だったので、お金をですね、ちゃんと上げて、その銀行が潰れないようにですね、保証してあげたりとかすることで、結構乗り越えたりとかできたんですよね。例えば借金が持ってた債券がなくなってしまって、銀行がですね、赤字で負債で潰れるってことがないように、政府がお金貸してあげたりとか、そういったことをすることで、銀行とかが、潰れないようにすることでですね、経済を戻したような感じなんですよね。で、今回はそういうことをできるかっていうと、今回の場合はもう本当に金融の不安ではなくって、消費なので、やっぱり景気後退、消費が壊滅していて、なので、例えばお金どんだけばらまいたとしても、景気はすぐ回復しないっていうふうに僕は考えていて、それはなんでかっていうと、やっぱ消費がですね、停滞してるからなので、これはあくまで予想なんですけれども、非常に今厳しい状態になっていると。しかも、財政出動したとしても、例えばお金配ったとしてもですね、その経済が戻るっていうのはなかなか難しいんじゃないかと思ってます。なので、少なくとも数年、少なくとも2年とか3年とかは、景気がですね、悪化していく。そういうふうに自分は予想しています。いろんなことを言ってる人がいるので、これ経済ってどうなるか予想できないんですよね。で、完璧に当てることもできないし、いろんな数式やってどうこうとかって言ってる方いるんですけども、それ、本当にノーベル経済学賞を取ってるような人たちも予想できないので、経済っていうのは。だからいろんなデータを見ながら推測して、リアルタイムで変えていくしかないっていうふうに僕は認識してるんですけども、自分はそう考えてるってことですね。残念ながら。なので、楽観視してる人もいるので、そういった人の意見とかも聞いて、見てる方自身がどう考えるか、それは全然自由だと思います。で、今日経平均の株価はどうなってるかというと、株価はですね、24,000円ぐらいつけたところから、16,000円ぐらいまで下がったんですけども、そこからですね、半分ぐらいまでは戻ってきて、4,000円ですね。そこから4,000円ぐらい上がってきたっていうことで、そこからどっちに行くのかっていうところで、結構上がってきたなっていう印象ですね。ここからね、V 字回復して、また24,000円行くのか、さらに下がるのか、だらだら1万、2万円ぐらいで行くのか、それでね、わからないんですけれども、長期的に見ると、今のこの状況からすると、会社の、株式会社のですね、景気っていうのは、全然、ね、至る会社が赤字っていうか、売り上げが立ってないような状態なので、とんでもない数値が出てくるんで、そうなってくると、日経平均の株価も、下がってくるんじゃないかなっていうふうに個人的には予想してますが、株価もやっぱ予想はつかないので、わからないです。短期的には。長期的に見ると下がっていくのかなっていうふうに自分は予想してますね。っていうことで、本当に、厳しい時代が、来ますっていうふうに、僕は覚悟をしてますね。本当に、売り上げが下がって、僕自身もいろんな、事業やってるんですけども、それも売り上げが下がっていくだろうっていうふうに予想していると。で、物が売れなくなると。そういった時代に今どうやってですね、生き残るか、それをすごい考えているような状態です。なので、やっぱ固定費を上げないようにしてですね、さっき出したように固定費上がってしまうと、一度上げたものなかなか下げられないし、それで、売り上げが下がっていった時にですね、赤字になってしまうので、僕はなるべく固定費上げないように今ちょっと工夫してます。あとは新たな事業のですね、柱を構築したりだとか、そういうのに今ちょっと時間を使っているような状態です。で、低い利益で、低い固定費で高いですね、売り上げを、上げていくような形にして、なるべく変動費の形を取っていって、そういうふうにですね、簡単ではないんですけども、どうやっていったらそういうふうにできるかなっていうのを考えているような状態ですね。で、サラリーマンであれば、これからですね、多分、気球であったりとか、その賃金カットとか、残業カット、また、賞与カットとか、これからですね、そういうふうに給料が下がっていくことになると思います。リーマンショックの時は、そうでした。なので、同じように、大規模な1万人とか2万人とかリストラがあったりとか、給料下がったりとかですね、賃金が下がるっていうのは多分避けられないと思います。で、その時は、リーマンショックの時はぶっちゃけ、実感は何かあったかっていうと、あんまり実感感じなかったんですよね。なんでかっていうと、サブプライムローンってもう見たこともないし、聞いたことないし、なんだサブプライムローンって、みたいな、そういうレベルだったんですね。持ってないし、サブプライムローンみたいな。そういうレベルだったんですけれども、それでね、調べていくと、こういうことかってアメリカのねっていうふうに分かったんですけども、実感も全くしてなくって、それなんでかっていうと、もう周りにね、そういうのなかったからなんですけど、で、今回どうかっていうと、本当ね、すべてのお店閉まってたりとか、物が売れないとか、本当いろんなニュースがもうすでに、この2ヶ月で、すでに出始めてるってことで、売り上げがね、10分の1になっちゃったとか、ね、98% 減になったとか、そういう目に見えて、消費がここまで下がってるっていうことは、本当に、経験したことなくって、東日本大震災の時は、日本のね、
東北でもうものすごい大損害になりましたけれども、でも日本全体で見るとそこまで景気がっていう感じではなかったんですよね。で、今回は本当日本全体どころか、世界ですね、アメリカを筆頭に、中国とか、ヨーロッパとか、全体になってるんで、とんでもないですね、影響になるっていうふうにちょっと恐ろしいですね。で、そういった時に、時間は多分できると思うんですよ。家に引きこもってって。昨日もちょっと話したんですけども、そういった時にスキルアップする時間とか、いかにですね、この時間を有効活用するかによって、今後全然変わってくるんで、ぜひですね、やってみてください。何でもいいと思うんで、趣味でもね、何でもいいのですね。僕自身は、2008年の時に、リーマンショックで会社が潰れそうになった経験をもとに、自分で稼げる方法を身につけようと思って、いろいろ試行錯誤していって、きましたと。それで、その12年前ですね、もう相当前になってしまうんですけど、12年間ですね、いろいろやり続けて、今があるってことで大きくですね、その12年間差がつくってことですね。なので、今、これからやるのに遅いとか遅くないとかなくって、ぜひですね、自分で、稼いで、それで、スキルを身につけようっていう風な人がいたら、ぜひですね、いいチャンスっていうか、チャンスっていうのはおかしいんですけども、逆に考え方によって、時間ができる。じゃあ何に使うか、それで自分がポジティブにですね、行動できる。そういう考えを持つことで、少しでもですね、みんな見てる方々が、良くなってくれればいいなと思います。ただ今とんでもないことになってるんで、すごい恐ろしい事態だと思います。で、いろいろ自分で稼ごうとしても、すぐにはね、絶対うまくいかないので、地道な努力が必要なので、まず失敗すると思うんで、小さなですね、失敗を繰り返していって、自分のですね、スキルを上げていって、経験を積んでいくっていうのがいいかなと思います。で、再生リストですね、ブログとか YouTube とか株とかですね、不動産投資とかやってるんで、再生リストぜひ見てみてください。ということで、今日のまとめなんですけれども、本当売上がですね、本当下がってしまって、先ほど説明したように、固定費がですね、のしかかっていってしまって、赤字になる企業がむちゃくちゃ増えているような状態になっていると。で、ドミノ倒産とか、ネガティブスパイラルで、いろんなですね、消費が冷え込むことで、さらにまた給料下がって、で、さらに消費が冷え込むみたいな風に、これからなっていきそうっていうか、まさに今その入り口に入っているような状態だと、思ってます。で、これ、いろんな意見があるんですけども、景気は僕はすぐに回復するのは難しいかなというふうに考えてますね。長期戦になると予想してます。なので、ここからですね、どうやって自分自身で稼いでいるかよく考えて行動しているところです。で、固定費を上げずにですね、スキルアップする機会にもなるかもしれないですね。危機感を持った方がですね、やっぱり行動に変わるので、でも自分自身もですね、会社が潰れかけた時に、じゃあどうしよう、心配だ、じゃあ自分でお金を稼がないとダメだって言って、働きながらスキルを身につけた。そういった経緯があるので、これ見てる方もですね、ちょっと自分の体験が役に立てばいいなと思って、解説しました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったですね、高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、経済ニュースとか、役立つ情報を発信していってるんで、ぜひですね、チャンネル登録をまだの方はお願いします。いつもコメント、高評価ありがとうございます。役に立ったらですね、コメントを書いていただけると、嬉しいです。全部見てますので、参考にさせていただいてます。またですね、Twitter とかで、シェアしていただけると嬉しいです。また、いろいろつぶやいてるんで、ぜひよかったらフォローしてください。あと、インスタとですね、Facebook ページもですね、やってるんで、詳細欄見てみてください。それではもありがとうございました。いやー、やばいですね。